はい皆さんこんにちは、よしです。今回の動画はほうじ茶の香ばしさとふわふわ食感が魅力のほうじ茶シフォンケーキを2つ焼いて食べ比べてみたいと思います。ほうじ茶のパウダーと茶葉を使った2種類のシフォンケーキの作り方ですが、本題に入る前に本日の試食をお願いする2人を紹介します。こんにちは。はい、2人にもね食べ比べをお願いします。今回のほうじ茶シフォンケーキ、どちらも基本のレシピは同じなのですが、ほうじ茶パウダーだけ生地に加えたものと、もう一方はほうじ茶パウダーを控えめにして茶葉を煮出した液体を合わせたものです。どちらもねふわふわでしっとりとした食感が魅力です。ほうじ茶はね茶葉をいって作るので緑茶よりも深い味わいがありますね。誰でも簡単に作れるようなレシピにまとめてみました。最後までご覧いただけるとねきっと食べたくなると思いますよ。それでは早速見ていきましょう。はい。まずは材料を計量しておきます。ほうじ茶の茶葉をお湯と牛乳で煮出して冷ましておきましょう。ほうじ茶パウダーを米粉と合わせてふるっておくと作業がはかどります。オーブンを170度に予熱して卵を卵白と卵黄に分けていきます。ハンドミキサーを使って卵白を泡立てていきます。砂糖を数回に分けながら加えて角が立つしっかりとしたメレンゲを作りましょう。卵白に対しての砂糖の量で入れるタイミングも変わると思いますけども、きび砂糖は溶けにくいっていうこともあるので早いタイミングで入れていきます。編集しているのでねちょっと分かりにくいのですけども、5分ぐらいで仕上げているのかな。あとねよく見るとハンドミキサーの羽の形状も違いますよね。ボールを回したりしながらねしっかりと空気を含ませて泡立てましょう。角が立つぐらいのね硬さが確認できましたら、ハンドミキサーの速度を落としてメレンゲのキメを整えていきます。はい、続いては卵黄に砂糖を加えてハンドミキサーで白くもったりするまで混ぜていきます。計量しておいた油、牛乳、米粉の順に加えていきましょう。この時にもし煮出したほうじ茶が濃ゆそうだなって場合は、この後に加えるほうじ茶パウダーを加減してみてください。米粉が入ったらしっかりと混ぜてください。メレンゲと合わせやすくしましょう。ほうじ茶パウダーだけのレシピの場合は他の粉を減らすか液体を増やすなどして調整することをお勧めしますが、今回は両方ともほぼ同じ分量にして作ってみました。それでは卵黄生地とメレンゲを合わせていきましょう。黄身を整えたメレンゲの3分の1を生地に加えてなるべく早く混ぜ合わせていきます。さらに3分の1の量を加えてさっくりと切るように混ぜます。残りのメレンゲのボウルに合わせた生地を戻し入れたら、ゴムベラに持ち替えて丁寧に混ぜてください。合わせた生地を型に流し入れていきます。2箇所から生地を流し入れたら最後に生地を丁寧に混ぜます。竹串があればもっと丁寧でいいですね。最後に空気を抜くため型を数回叩いてからオーブンで焼く工程に移ります。170度に予熱したオーブンに入れて様子を見ながら25分ほど焼きます。はい、火の入り具合を確認して焼き上がっているようであれば型ごと逆さにして冷まします。
この間にもねみるみるしぼんでしまいますので、必ず作業は手早く行って逆さまにしましょう。粗熱が取れたら型から外していきます。今回はどちらとも冷蔵庫で冷やしてから外しています。型をしっかりと押さえて傷つけないように注意してください。ここまで頑張ったらあと少しです。いくら見た目が良くてもね、中に空気が入りすぎて穴だらけなんてこともよくあることです。楽しみながら何度も焼いてみて、ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキを目指しましょう。完成しました。この後ケーキをカットしていよいよ食べ比べていきます。じゃあちょっと切ってみようか。はい。ニョキ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 。はい、よいしょ。とニョキ。これとね、こんな感じになりました。あ、こっちの方がふわふわだ。しっとりだ、しかも。はい、いただきます。こっちから食べてみましょう。はい。全部食べなくていいよ。お、まずは匂いを嗅ぎました。テクスチャー違うかな。ふわふわ？うん。パフィー。パフィー。あ、口に入れました。二人とも口にも入れて。じゃあ今度こっち側食べてみましょう。あれ？ポイントは匂いだったり、あ、いいね。テクスチャーだったり、匂いするかな。この方が強い味する。そろそろいいですか？うん、はい。じゃあ二人ともポイントしてください。こっちとこっち。せーので、どっちが好き？せーの。おー！じゃあ一回手を戻して。じゃあどうしてか聞いてくね。色は、さっきは、こっちの方、あ、ペンだ。こっちの方が濃ゆいから好きですね。じゃあ味がそっち。なんで？なんでこっち濃ゆすぎる。濃ゆすぎるか。ほうじ茶の味が。ね、これ黒いじゃん。何？黒い。黒いの嫌なの？うん。濃ゆいから黒いんだね。で、こっちの方がこっちより甘さがあって、ほう！甘すぎじゃないけど、甘すぎじゃないけど、こっちの方がこっちよりバランスで、だってこっち甘すぎじゃないけどちょっと甘いけど、こっちちょっとリッチでなんかちょっとストロング。ストロング。バランスって言ったすごい。ええ。そうか。じゃあ、テクスチャーで言ったら、こっち。でも両方美味しい。味も濃ゆすぎずバランスで言うと、こっち。両方美味しい。ありがとう。でも、レシピは1だけ載せるから、どっちかを決めます。じゃあ、こっちでいいですか？はい。はい。ありがとうございます。じゃあ今決まりました。じゃあこれに今、プレーンで食べたけど、パラパラしてみる？白になっちゃった。はい。
クリームです。生クリームやっぱりあった方がいいね。それがアイスクリーム。あ、こっち欲しい。なので、米粉を使ったグルテンフリーほうじ茶シフォンケーキ。ほうじ茶のシフォンケーキでした。でした。はい、ほうじ茶のパウダーと茶葉を使ったほうじ茶の風味を楽しめるシフォンケーキを2つ焼いて食べ比べてみました。詳しいレシピや手順は概要欄を参考にしてください。どちらもふわふわでしっとりとした食感が魅力です。ぜひお試しください。おいしかった。ありがとう。はい。いつかシフォンケーキ、米粉のシフォンケーキのお店できたらいいね。